本だけ手早く描いてみたいと思います。比較的可愛らしいバラですよね。このバラをこんな感じに描いてみようかなと思います。で、今日の紙ですが、ホワイトワトソンブロックタイプのサムホールサイズです。で、絵の具ですがクリムソンレーキ、きなくりドンレッド、レモンイエロー、サップグリーン、コバルトブルーヒュー、コバルトブルー、セルリアンブルー、バーントアンバー、以上8色でね描いてみたいと思います。じゃあ簡単にね下絵を描いてみますね。で、こんな風にね置こうと思うんですが、今日は右上からの光っていうことで、主役のバラを右上向き加減にこんな感じで描いてみようかなと思いますね。で、上がバラ一本ということで何もないわけで、ちょっと困っちゃうので、ここにちょっとね葉っぱをこういう風に出して少し上も塞いでっていう感じにしようかなと思います。したがって、こんな感じですかね。葉っぱ。下絵を描くときに花びらを1枚ずつ描いていくんではなくって、この外の輪郭だけを描きますね。あんまりだから正確に描けないっていう感じなので、そこはそれでいいわけです。ただこのようにぐっと引っ込んだとこですよね。そういうところはかなり正確に描いた方がいいんじゃないかなっていう気がしますね。ちょっと片手で描きましたのでねかなり歪んだ感じになりましたが、ちょっとね濃いめに描いています。凸凹がちょっと実際よりも少し大胆に凸凹をつけられた方がいいような気がしますね。こういうふうに細かい凹凸で滑らかに描くよりもキュッと下げたりする方が出来上がりが面白いっていう感じがします。真ん中だけね芯がどこにあるのかっていうのはちゃんとねここら辺ですよっていうことが分かるように書いておきますね。軸なんですが、ここ見えないんですけど、この裏側に額があって、そこからこういうふうに出ているっていうことになりますね。こんな感じですかね。で、葉っぱも押し花にしたようにねペタッと描くんではなくって、斜めに見えるよっていうことが前提かなって思いますね。普通に考えて、葉っぱがみんなこっち向きできれいに並んでますっていうことはあんまりないわけです。なのでなるべく自然な感じに見えるようにっていうことで描いてみてください。ね、裏返ったりすることもありますね。そういうのもねちょっとだけ入れてみるといいんじゃないかなって思いますね。葉っぱもねあんまり丁寧に描かなくってもいいのかなっていう気はします。どうしてもね不安なので、描いた方が安心ですっていう方はね描いてください。一応ね描いてみますね。結構大雑把に描きましたけど、こんな感じですね。でねこれ薄くしますね、塗る前にね。これだけ濃いとちょっと表に出てきちゃいますので、ホワイトワトソンといえどもちょっとあまりにも濃いのでほぼほぼ消しちゃいます。
鉛筆の線も薄くなりました。ちょっとでも分かります。これぐらいでもね。じゃあ下塗りに入っていきたいと思います。右上からの光っていうことで、この辺はちょっとね白っぽくしたいのでバラの色としては主に左下側に持ってきます。ちょっとやってみますよ。クリムソンレーキですね。これにきなくりドンレッドを入れます。オペラでも構いませんよねこれね。で、この辺りに持ってきますね。線をこれは気にしなくていいです。これ下塗りですのでね。でこの色にセルリアンブルーを少しだけ入れて紫にちょっとだけ傾けます。でさらにセルリアンを増やしていきながら少しずつこちらの方に青みを帯びた色を広げていきますね。はい、そしてここでスプレーで伸ばします。だいぶもう大雑把に伸ばしました。であまりにもタポタポで流れていってしまいそうなので粗々吸い取っておきますね。流れていかない程度に吸い取りますね。だからあまりにもねプツプツ点々が残らないように下塗りの段階ですのであんまりプツプツが残らない方がいいですね。でこれに、サップグリーンをね混ぜます。サップグリーンを混ぜるとちょっと茶色っぽい緑色みたいになりますのでね。でさらにこれにセルリアンブルーを入れてみますよ。ね、このちょっと灰色っぽい色になりますね。これをこの辺りですね、葉っぱがあるだろう辺に、ちょっと差し込んでおきます。で一色にしたくないのでコバルトブルーですね、これをちょっと足して暗い方にもうちょっと入れておきます。ね、で少しねレモンイエローです。これを筆先に取ってこの辺りに、右側の明るい方向にちょっと入れておきます。はい、これもさらにねスプレーでぼんやりさせます。で、たまりを取っていきますね。流れてしまわないように取っていきます。はい、これでね一旦乾かしますよ。はい、だいぶね乾きました。じゃあ今度こちらの外側の輪郭線ですね。ここをちょっとだけねはっきりさしておきたいかなと思います。で何色でやるんですかって考えた時にバラの色でやるのが一番無難かなと思いますね。少しだけね筆の中でレモンイエローちょっと足しときますね。でこれ輪郭をたどっていますけど外に向かってぼかします。はい、こんな感じですね。でちゃんと始末をしておきますね。かろうじて輪郭が分かりますよっていうそんな感じです。それからここに葉っぱがありますので、葉っぱの、ちょっとね灰色っぽい明るい緑にしてみますね。ここの輪郭はこちらの葉っぱの色でやってみたいと思います。はい、これでね輪郭がだいぶね半分ぐらいは出てきたと思います。はい、次にですね花の中を覗いてみると暗いところと明るいところが当然あるわけですね。で暗いところっていうのは花びらが引っ込んでいて光が届いてないところが暗いっていうことになります。細かくねすごく複雑に出たり入ったりしているので、あんまり厳重にやるっていうことはなかなか難しいわけです。あまり神経質にならずにこの辺ちょっと暗いよねと思えるところに暗い色を差し込みますね。コバルトブルーをねクリムソンにちょっと入れました。少しね紫色に傾いています。はい、こんな感じの向きですのでね。
あまりね正確にっていうことはあんまり必要がありませんので、この辺に暗い影が見えます。そういうところにこの暗い色を入れていきますね。水筆で、ちょっとだけこうぼかしますね。くっきりね暗いっていうところも当然ありますので、必ずしもぼかさないといけないっていうわけではないわけです。完全にピキッとこう暗さが出ている場所もあるっていう感じですね。でその上で花びらの輪郭線を描きます。同じ色でいいと思いますね。少し明るくするためにきなくりドンレッドをちょっと混ぜてもいいんですが、なるべく細い線で描きます。でいっぱい花びらがあるので、この花びらを全部線描しなきゃいけないかっていうと、そんなことはありません。必要最小限っていうことですよね。今ね作った暗いところを込み込みで、確かにこんな風に花びらが重なってますよねっていうのを描きますね。先に輪郭線を描いてから暗いところをね暗くしてもいいんですが、あまり厳重に描きたくないっていうのがあります。で、あえて先もって暗い部分を作っといたわけですね。実際にそのように見えたっていうことよりも、確かにこんな雰囲気ですよねっていうことの方が大切かなと思いますね。でこのポンとこう飛び出た花びらなんかはねちょっとこうしっかりこう輪郭線を描いといてもいいんじゃないかなと思いますね。はい、このくらいで大体の感じはね雰囲気としてできたような気がします。じゃあ今度ね葉っぱの方に行きますね。あんまりね丁寧に描かないっていうことが大切かなと思います。筆をスッと動かすことによって葉っぱの感じが出せるっていうのが一番いいんじゃないかなと思いますね。例えばこの大きさの葉っぱであれば、この大きさの筆で、一筆でこう描けちゃいますよみたいな、そういうことでもいいんじゃないかと思いますね。あえてわざとこうなんて言うんでしょう、手抜きの感じで描くっていうことがいいんじゃないかなと思いますね。で色はね、ちょっとずつ変えていくっていうことが必要です。それとこういうふうに塗った後にこうちょんとねわざとこう抜くんですね、ティッシュで。そうすると少し雰囲気がねちょっと変わった感じになります。いろんなことをしてください。全部同じようにしてしまうっていうのが一番つまんないかなと思いますのでね、どんなことをしてもいいわけです。ご自分のやり方を見つけるっていうことがいいと思いますね。はい、こちらもねちょっとここ書いておきますよ。ここは少しねレモンイエローをちょっと足して明るい感じの葉っぱもね作ってみようかなと思いますね。この筆一筆で描こうということになると限界があります、大きさにね。なのでそこはあんまりこだわることなく何筆かを使って描かれたらいいと思いますね。はい、これもねちょんちょんと押さえときますね。押さえることによってねちょっとこうまだら感が出て軽い感じになりますよね。あんまり重たくしたくない、重たくしない方がいいかなと思う時には是非ねこういうふうに抜いてみてください。軸は少しこう赤みを帯びてたり茶色っぽく見えたりこうするわけです。なので、この葉っぱの色より少しバンタンバを増やす、あるいはねこの赤を入れても茶色っぽくなりますのでね、どちらでもいいかなと思いますね。
一応ね草ではなく木本木です。あんまりふにゃ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 描かない方がいいと思いますね。つるバラといえども一応木本だよっていう感じで、描いていただく方がいいかなと思いますね。つまりこういうふうにこうちょっとこうなんて言うんでしょうね、節くれ立つっていうか、直線の組み合わせみたいなそんな描き方がちょっと欲しいと思いますね。はい、そして、ここから葉っぱが出ました。ね。はい。でね、トゲが当然ついてます。バラですからね。そういうブツブツ感もうちょっとこうたくさん入れてしまうとなんかうるさいねっていう感じになりますので、まあ、たまに入れるっていう程度でいいんじゃないかなと思いますね。ここの真ん中のこの暗さがねちょっと広くなりすぎてるので、ちょっとだけね隙間をちょっと作っておきますね、中を見ながらね。はいはい、こんな感じでしょうかね。じゃあこれでもう一回乾かしますね。はい、今ねちょっと気がつきました。葉っぱがこう直角になっていますので、これをねちょっと解消しとこうと思います。で、どうやってね解消するかっていうことなんですが、ここからもう一枝ね葉っぱを出しますね。こういう後ろへね、こんな感じで。まあ、これとこれがちょっと平行っぽいんですけど、ここはもう花びらに隠れてほとんど見えていないので、まあ大丈夫かなと思いますね。後ろの方の葉っぱですから暗めの色で薄めに描いてみますね。まあ、こことここがこういうふうにね指先をこうくっつけてはならない方がいいので、ちょっとこれはこっちへはみ出す感じでねやってみようかなと思いますね。はい、こういう感じですね。で、後ろから出ている葉っぱ、ね、そして、あと2枚ねこういう感じですね。まあ、ちょっと複雑になりましたのであまり直角感はもう残らないかなと思いますね。何の気なしに書いたらちょっと整合性が取れすぎちゃってっていうことはよくあるので、まあ、気が付いた時点で解消していくっていうことが大切かなと思いますね。これもねちょっと濃いので、ちょっとだけこう取っておきますね、こんな風にね。はい、では花に戻りますね。もう少しね花びら一枚一枚の明るいくらいをちょっと出していこうと思います。上の方の花びらもねこれ真っ白っていうとちょっとまずいわけで、ここですね、ここにきなくり丼を入れました。で、こちらの上に向かってぼかしました。で取っちゃいます。明るい花びらが1枚ね濡れたっていうことになります。で続いてここもやってみますよ。こんな感じですね。でほとんど取っちゃいます。こういうことです。で続いてここに行きますね。今度は少しクリムソンを入れますね。全部一緒の色にしてしまうとちょっとまずいわけですね。はい、これもねしっかりぼかしておいて取ります。から今度この下に回っていきますね。これは少しねセルリアンを入れようと思います。まあちょっとね紫っぽくなりますのでね、こんな感じからこっちもついでにやっておきますよ。ここですね。はい、しっかりぼかします。しっかりぼかします。で取りますね。ここですね。こ
このちっちゃい花びらに行きますね。クリムソンに少しサップグリーンを入れますね。ちょっと茶色っぽくなります。紫っぽくなるんではなくって、茶色っぽくなりますね、赤色がね。はい、こんな感じの色になります。ここはまたねちょっとぼやんとにじんできましたので、もうちょっと取っときますね。はい、じゃあ今度この中の方の花びらに行きますね。かなりねこう細かく細くねこう重なりがありますので、どの程度白っぽく残すのかっていうことを、考えながらねいかないとまずいっていうことになりますので、こんな感じでやってみました。重なっている部分の下の方ですよね。下の方の角に色を差し込んで上に向かってぼかすっていう、そんな感じですね。からこれなんかはこういうふうにこう出た花びらなので、それがこの手前にある花びらの下へ潜り込んでいますよっていうところに色をつけているよっていうことになります。これもね最小限にしとこうと思いますね。はい、そして今度ね真ん中ですね。これちょっとね、印象的な色にしたいので、きなくりどんの綺麗な色にちょっとだけクリムソンを足します。きなこりどんだけだとちょっと明るすぎるような気がしますので、ちょっとクリムソンを足しますね。でここですね、ここですからここですね。はい、ちょっとずつ入れました。でしっかりぼかすんですが、ちっちゃい筆を水筆にして細かくねこうぼかしますね。であんまり色がこう入るようであればさっさとこう取りますね。要するに白地をあんまり潰したくないっていう、そんな感じです。今度クリムソンです。ちょっとね暗めの色を足して、ここですね、こういう感じです。輪っかを描く、こういうふうに渦巻き状にするっていうことです。こんな感じで渦巻き状にすることによって花びらがこういうふうに重なり合いながら出てますよっていう、そんな感じの表現になりますね。で上からの光っていうことで、暗いところっていうのは、こういうところが暗いよっていうことになりますね。なので全体的に、下の方に色がたくさんつくっていう状態です。ただし下の方でも光が当たる部分がないことはないので、そういうところをちょっとこう残すっていうことが必要かなと思いますね。で上のね明るいところもむやみに白が残ってしまうと、やっぱり赤い花じゃない白い花ですかみたいになってしまうので、あまりにもたくさん白が残ってしまうっていうのもちょっと考えものかなっていう気がしますので、程よく残すっていうことですよね。これちょっとまだ乾くまで時間かかりますので、葉っぱの葉脈に行きたいと思います。この葉っぱの葉脈なんですがちょっとだけ暗めの色にしたいと思いますので、せっかくですからコバルトブルーヒュー使いますね。それにバンタンバーをちょっと入れます。でサップグリーンもちょっぴり入れますね。であまりね太くしたくないのでたっぷりつけるというよりはちょっとねここで吸い取っといてつけますよ。ね、葉脈を描くときに葉っぱの真ん中を通さない、少し傾けて通すっていうことです。どっちに傾いてんですかっていうことで右に寄せるのか左に寄せるのかっていうのが決まってくるよっていうことになりますよね。でこれもねあんまりお行儀よくやってしまうとなんか知らないつまんない感じがしますので、結構はみ出す感じで勢いよくつけられてもいいかなと思います。ね、こんな感じでね。
ちょっとこれいくらなんでもはみ出しすぎましたので、これはちょっと解消しときますね。これねちょっと長すぎたかなと思います。はい。でこちらですよね。こちらもちょっとこっちは青みを増やしますね。はい、シュッとしますよね。真ん中を通さない、ちょっとどちらかに傾けてください。しっかり傾けても大丈夫です。はい、こんな感じですね。から今度こっち行きますね。はい。ここも同じ連続した葉っぱですのでね、これもちょっと入れておきます。はい。でこれでだいたい出来上がったんですが、まだ花の印象がちょっと弱いので、もうちょっとね色を上からかけたいんですが、まだ定着していませんので、ちょっと乾かしてから最後の仕上げをしようと思います。はい、乾きましたのでね、最後の仕上げに入っていきたいと思います。でここのね中心がちょっと弱いっていうことと、ここのラインがあんまりはっきりしていないっていうこと、これがちょっと気になりますので、ここをはっきりまずさせますね。ちょっとねこっちは赤色でいいんですけど、ここはね少し青系でしてみたいと思います。この辺りですね、この辺りに関しては少し青系でくっきりさせようかなと思いますね。でこっちはね少し赤でも紫に傾いた色っていうことで、少し赤っぽい色にしてみようかなと思います。こんな感じですね。はい。でしっかりぼかしますね。これもね定着しないうちにぼかすっていうことが大切です。しっかりぼかします。ね、そしてほとんど取っちゃいます。ここでなんか惜しいような気がして、あんまり取らないと非常に不自然な感じになりますので、かなりもう思い切って取っちゃうっていう感じですね。ここに少しフリル感を出したいと思いますね。これだけ広い花びらがありますので、少しこうひらひらっとなってるよみたいなのがあってもいいと思います。ここのね細かいニュアンスをつけたいと思います。こういうとこですね。これしっかりぼかしますので、ちょっと濃いめにつけていますけど、取ってしまうっていうこともありますので、少しぐらい濃くっても大丈夫です。ね、こういうふうにしといて、こう下へ下へこう細くなっていくよっていう感じですね。でこれも取っちゃいますほとんどねこんな感じです。わずかに残ってますねっていう、そういうことです。こっちにもねちょっとこうフリフリというかひらひらというかねたゆたっている感じをここへちょっとつけようと思いますね。でお水でぼかしておいて、これもねちょっと惜しげなく取っちゃいますよ。こんな感じですね。はい。で今度ここですね、これもねちょっと広いんですね。なのでちょっとつまらない感じがしますので、ここもちょっとだけねフリル感をつけようと思いますね。ここですね。はい、これもしっかりぼかします。ね、しっかりぼかしておいて、取っちゃいますね。はい。で今度真ん中に行きますよ。この真ん中がねちょっと印象が弱いっていう感じがしますので、クリムソンレーキの純色ですね。
これをここの筋目をね、もうちょっと筋目が複雑に欲しいかなと思います。なので、筋目を入れつつ、でこのねちょっと何て言うんでしょう、穴が掘れてる感じ、全体的にここが引っ込んでる感じを出すために、上からの光ですから、ここにちょっとね暗めの色を全面的に置いてみます。でこれもしっかりぼかしますね。しっかりぼかします。はい、そしてあらあら取っちゃいます。はい、ここのところがちょっと曖昧なので、ちょっと筋目をね立てておきたいかなと思いますね。格好のいい筋目をちょっと立てたいので、どの花びらがいいのかなっていうのをちょっとね検討してみますね。はい。からここもちょっと筋目がね曖昧になりすぎていますので、ちょっとね筋目を立ててみたいと思いますね。はい、だいたいこれでもうできたのかなっていう気がします。ここですね、ちょっとねここ膨らましますね。あまりにもちょっと細いので、軸がここへ入ってきてるんですけど、ちょっとわからないっていうこともありますので、ちょっと膨らましておきます。これね。はい、じゃあこれでね完成にしたいと思います。